そのアメリカは本当は20号までやるつもりなんですよね。実際はアポロ17号で止まっちゃうんですけど、そもそも地政学って何ですか？地理的な条件によって国家と国家の間でどういう力関係が働くのかと。こんにちは、宇宙スタジオの片山です。よろしくお願いします。今回の宇宙ラウンジのテーマは、宇宙×地政学ということで、お送りします。今回ゲストにお迎えするのは東京大学公共政策大学院教授、そして地形学研究所所長の鈴木和人先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、宇宙にかける地政学ということで、私は極めて重要なテーマだと思うんですが、はい、これまで日本ではなかなかあまり語られてこなかった、そうです。そういったテーマでちょっとお送りしたいと思いまはい、して、わかりました。頑張ります。はい、その中で誰だということになりますと、鈴木先生を置いて他にはいないだろうと私は思いまして、ぜひということでお越しいただきました。楽しみにしております。で、さらに鈴木先生はですね、公共政策大学院ですとか、地形学研究所のみならず、内閣府の宇宙政策委員会の委員をされており、はい、宇宙安全保障部会長もされておるとはい、いうことで、もう非常に幅広い、領域の知見をお持ちなのかなというふうに考えております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木先生と言いますと、地政学とか国際政治の専門家ではあると思うんですけれど、これですね、この宇宙開発と国際政治という、この宇宙に関する研究もされており、著書も出されておりまして、実は私が昔出したこの超速でわかる宇宙ビジネスっていう本も、これに大変感銘を受けて、ありがとうございます。これを読み込んで、書かせていただいているということで、今日は非常に楽しみにしておりました。で、いろいろ長くなってしまいましたが、まずですね、地政学という言葉、最近ちょっと流行ってはきているものの、そもそも地政学って何ですか？地政学というのは、基本的に地理的な条件によって国家と国家の間でどういう力関係が働くのかということを考える学問っていうのが一般的な、定義です。よくランドパワーとかシーパワーみたいな言い方をします。大陸国家と海洋国家。ランドパワーというのはやはり例えばドイツが代表的ですけど、国境を囲まれていて、そして常に国境を意識しなきゃいけなくて、その国境を守るために陸軍が強い。で、その陸軍を配置して、で、そのために国際社会においてはですね、他の国とのバランスっていうのをすごく大事にする。そういうのが大陸国家の基本的な構図。で、日本みたいな島国、イギリスもそうですけれども、これは海に囲まれているので海洋国家的な国なんですね。海に面しているとどの国とでも付き合える。船とか空を通じてどの国とも付き合える。でもその代わりどの国からも攻められてくる。こういう非常にグローバルな視点を持ちながら、また海洋交通をいかにして守っていくのかということで海軍が強くなるというのが本来の姿なんですね。あれですよね、なんかそのランドパワーとかシーパワーみたいな100年以上前にできたような概念だと思うんですけれど、今でもそれは十分通用する概念っていうことなんですよね。通用するというか、やっぱり技術も変わってますので、100年前の地政学と現代の地政学っていうのはだいぶ違っていて、今はもうどちらかというと地政学っていうと、例えば戦争とかテロとか紛争、こういうものがみんな地政学的な条件、例えば誰と誰が敵対して、中東なんかは典型的ですよね。最近イランとイスラエル間でミサイルのやり取りがあったりだとか、例えばトランプ大統領、アメリカってすごい面白い国で、北と南にカナダとメキシコっていう、そんなに要するに脅威にならない国があって、で、東と西は海に囲まれて、太平洋大西洋に守られていて、非常に安定したところにある。だから、もともとアメリカって海洋国家的に第二次大戦後は、海を支配する。で、いろんな国に基地を置くことで、世界的な影響力を維持するという、こういう、国だったのが、トランプ政権になると、もう外国との関係をできるだけ縮めていこう。いわゆる孤立主義的な、要素を呈してきて、海洋国家的な要素を減らしていって、今度は逆にパナマをよこせだとか、グリーンランドよこせだとか、すごく大陸国家的になってるっていう。なるほど。こういうふうに説明すると、実は今でも地政学っていうのは、
説明するときに結構便利な、言葉だ。そっかそっか。だから、シーパワー、海洋国家の方がいろんな国と仲良くする傾向にあって、そうです。アメリカも今までそういったところがあったんだが、ちょっと変わってきていそうですねるっていうことですよね。まあ、仲良くするだけじゃなくて、当然攻められるっていうことがあるので、やっぱり敵対する時も、距離があってもですね、自分たちの力を投射できる、そういう場所である。大陸国家だと、どっかの国をまたいでいかないといけないので、ああ、そっか。遠くの国に対してこの攻撃をするとかっていう意識がどんどん、減ってくる。例えばヨーロッパから見ると中国ってやっぱり遠いので、そうですね。直接の脅威にならない。はいけれども、海を通じて考えると、例えばそのグローバルサプライチェーンだとか、経済的なこのやり取りの中で中国の存在っていうのが大きくなってくると自分たちにとって困るとか、あとはやっぱり中国がその一帯一路という投資をすることで、ヨーロッパの、特にハンガリーとかセルビアとか、そういった国々と関係を深めていくと、中国の影響が、代理っていう形でヨーロッパにも影響してくるみたいな、はいはい。そういうなんていうんですかね、大陸国家的な発想を持っていると、どれぐらい距離があるのか、どこまで遠いのかっていうことが結構重要になったりもする。この辺の地理的な位置づけで国家間関係が決まってくるっていうのが地政学の考え方ですね。なるほど。なんかその地政学っていう本が最近本屋さんとかで年々増えていって、その不安定な時代っていうのもあるんでしょうけど、地政学っていう言葉が昔ほとんど聞かなかったのがもうかなり浸透してきたなという印象があるんですけど、はい最近それこそ先生は地形学研究所をやられてて、はい地球の地に経済学の経で地形学はいというふうに書くと思うんですけれど、はいその地形学は何なんですかね。地形学とは何ですか？地政学っていうのが、基本的には国家の軍事的なパワーっていうのを中心に国の力っていうのを見てきたわけですが、そうではなくて地形学というのは、その経済的なパワーっていうものを、この国家が使い始めたっていうことが、地形学っていう言葉を使っている大きなポイントなんですが、これまで、ずっと第二次大戦後、世界は自由貿易を続けてきて、そして、世界はグローバル化してきて、で、どんどん例えばグローバルサプライチェーンみたいな形で、外国から輸入したり、より安く作れるところに工場を移したり、そういう世界が一つの市場になっている。で、それは結果として相互依存。国と国との間で、じゃあ日本は、アニメとかが得意だから、このコンテンツ産業が育つ。けれども、例えば日本で作っても値段が高くなってしまうので、例えば T シャツとか、そういうのは中国とか東南アジアで作ろうみたいな、こういうふうに国際分業って言いますけれども、どっちの国で作ると最も効率的なのか。簡単に言うと、労働者の賃金が安いところは、そうした、いわゆる大量生産の製品。で、日本のように、賃金が相対的に高い国、外国と比べて高い国は、そういうもっと付加価値の高い、要は値段の高いもの、高くても売れるものっていうのを作る。こういうふうに分かれていくんですね。そうすると、この経済の中で、ある特定の国に産業が偏る。で、今、その偏ってる産業を、武器にしてくるっていうことが始まってるんですね。典型的には今、トランプ関税って言って、トランプさんが関税をかける。これはアメリカがやっぱり世界最大の市場であって、みんながアメリカに輸出したい。けれども、アメリカに輸出していくと、当然アメリカの産業はどんどん廃れていってしまう。だからトランプさんは関税を武器にして、お前たち輸出したいんだったら関税をかけてやると。で、俺の言うこと聞いたら関税下げてやる。だから、俺の言うこと聞け、みたいな、こういう交渉に今使っていて、これが先日、赤澤大臣が頑張ってやった、その日米の関税交渉、関税合意ってやつですね。こういう形で、関税をかける、アメリカに輸出したいっていう、欲求があるから、それを武器にして、日本に対していろんな要求をして、その日本の市場を開放しろとか、そういうことを言ってやります。あれですよね。昔、経済学で学んだんですけど、比較優位原みたいな。要は、何でもかんでも一人の人とか国がやるんじゃなくて、得意分野に徹底的に、特化しましょうと。小麦作るんだったらずっと小麦作ってればいいし、家作るんだったらずっと家作って、半導体だったらずっと半導体を作っていたら、
トータルとして最も効率がよくなりますよっていうリカードでしたっけ、なんか比そうですね。較優位論みたいなものがあって、だから国際的にグローバルな単一サプライチェーン、はい。国際分業がどんどん行われていたと。はい。ただそれの逆流が今来てるっていうことなんですよね。そうですね。おそらく。まさに逆流が来ていて、特に例えば中国のレアアース、今輸出停止になってますけど、この中国でレアアースを作る方が他の国で作るよりもやっぱり安く作れるんですね。その結果、中国にみんな依存することになって、でもレアアースって例えば車を作ったり、防衛装備品を作ったりするときも必要なものなんですけど、このレアアースを中国が独占的に持っているので、これを輸出しないよっていうふうに言われると、自動車作ってる会社とか、防衛装備品を作ってる会社はみんな物を作れなくなっちゃうんですね。そういうことが今問題になっているので、いかにして中国に頼らないように、中国が何かその輸出を止めたとしても、生き残れるようにするために、やろうって言ってるのが経済安全保障っていうやつで、この経済安全保障というのはまさにこの地経学の中核にある考え方になるわけで、地経学はじゃあそもそも地政学に経済的な要素を付け加えると地経学にある、そうです。そういうことになるわけですね。なるほど。で、それが今、世界がまた単一市場から、国際分業からまた分断の時代になって、大騒ぎになっていると。だから今非常にまた注目されているっていうことなんですね。だから分断されているといっても、かつてのブロック経済みたいな、そういう風になるにはもうあまりにも比較優位に基づく分業っていうのが徹底しすぎちゃって、もうそう簡単に切れなくなっちゃってる。だから最近はその重要な戦略的な物資だけは自分たちで何とかしよう。その代わりもう T シャツとかサンダルとかそういうのはもう別にいいじゃないかということで、スモールヤード、ハイフェンスって言いますけど、小さな守るべきものだけ、できるだけ少なくして、小さくスモールヤードで囲って、それを、ハイフェンス、高い、生垣で守りましょうと。で、それ以外のところは自由にしましょうっていうような考え方があるわけ。あれ、今までは、最も重要なエネルギーと食料は、ほとんどの先進国でも、作んなくていいじゃないかっていうことにならずに、どこの国もやっぱり食料とエネルギーだけは自給しましょうねとなっていたが、それ以外に半導体ですとかレアアースとかがさらにその中に含まれてきたっていうことになるわけですよね。そうですね。食料もエネルギーも完全に自給できる国っていうのはごくわずかなんですけれども、日本も自給はできない。逆に日本はひどいことになってます。そうですね。で、その時にやっぱり重要になるのが戦略的自立性という言葉で、いかにして自分だけではなくて戦略的に安定して供給してくれる仲間を見つけられるかどうかっていうのがこの戦略的自立性っていうので重要なポイントになるんですね。全部自国じゃないにしても、近しいところとか価値観を共にするようなところと相互関係を作っていくってことですね。その通りで、今まで例えばアメリカは近しいところだと思っていたら、突然この関税政策とかやり出して、そういう不確実性の高いところっていうのは、やっぱりなかなか戦略的に結べない。だからやっぱり安定したこの関係を持てるような国っていうのを、例えば日本の場合だと、オーストラリアとかカナダとか、東南アジアの国々だとか、そういった国々と、結ぶことで、当然、アメリカとも関係を切らないんですけれども、やはり安心できる相手っていうのをどんどん見つけていかなきゃいけないっていうのが、この戦略的自立性という考え方で、その中に半導体とか、レアアースとか、今肥料とか、例えばあとは医薬品ですよね。こういったものも入ってくるようになってるんですね。なるほど。そう考えると日本は今まで他国だったら先進国でも食料とエネルギーの自給率を上げるっていうのが大事なことだったけど、日本は極めて両方とも低いし、そしてアメリカとの関係もなんかもうずっと続くかのようにやってたのが、急にこんな事態になって、今突然地政学および地経学がもう大至急注目されていると。おっしゃる通りです。そういう状況でいろいろやばいっていう状況なので、なるほど。そのやばい状態でどうやって生き延びるかってことをみんな模索しているので、地政学っていう本がやたら売れたり、地経学っていう我々のやってるようなそのシンクタンクが、いろいろとこうなってるんですかね、注目を浴びたりするってことになってるんだと思います。
いや、なんか今こうやってお聞きして、つくづく思うんですけど、もともとはその国際政治学、そして国際政治経済学がご専門だと思うんですけれど、こういった宇宙開発と国際政治という著書があったりですとか、内閣府宇宙政策委員会の委員でもはい。いらっしゃって、非常にこの宇宙の知見も深く、持たれているということだと思うんですけれど、いや、そもそもですね、国際政治、国際政治経済学にこの宇宙も専門の一つにされているっていうのは、どういう意図ですとか、きっかけがあってやられてるんでしょうか？話が長くなるんですけど、長い話を短く言うと、国際政治経済学の勉強で面白いなと思ったのが、グローバルに広がる経済と、各国、地理的に分断されている200近くに分割されている国家っていう、これが必ずどっかで矛盾を起こすだろうと。つまり、世界が一つになろうとしている、経済的には一つになろうとしているのに、それをコントロールする国はバラバラである。だから、いつかどこかで、この経済と政治の矛盾っていうのが、地理的に起こる。っていうふうに思っていて、まさに地形学の話をしてたんですが、その中で鍵になるのが技術だっていて、で、国が持ちたいと思っている技術は、やっぱり安全保障に関わる技術で、他方で経済に必要な技術っていうのは、儲かる技術とか、それがビジネスになる技術。で、実は宇宙って、その安全保障と商業の両方、産業と両方の側面がある。で、この宇宙っていうのを見ることによって、世界が一つになろうとしている中で競争するというのと、この安全保障を守るために国家が頑張ろうとするっていう、この矛盾が絶対どっかで起きるだろうと思って、宇宙を見ていると、なかなか面白いんじゃないかということで、なるほど。もともとヨーロッパ研究、ヨーロッパも市場が統合することによって、国家も統合しようと、欧州統合って EU みたいなものを作ろうという、こういう話があったので、ヨーロッパの宇宙政策っていうのをやったのが、私のこの研究の始まりで、そこからもう、この本を書いたのも、よく考えてみると、国ごとになんか協力してるけどみんな違うし、みんな宇宙のことについて目指すところが違うし、安全保障を重視してる国もあれば、その経済的に儲かることを重視してる国もあれば、技術開発を重視してる国もあれば、科学を重視してるところもあるということで、実は国ごとに目標がいろいろ異なっていて、それらが、国際社会で協力したり、対立したりしていると。こういう関係が、見えてくると、国際政治と宇宙開発っていうのは、いろいろ接点があるなって、そういう研究を始めたっていう感じですね。あれですよね、やっぱ国家っていうのと、その経済の主体の、企業っていうのは全く、なんていうか、目的が違って、企業はもう国家を超えてどんどんグローバル化したいし、国家っていうのは全く違うまた目標があるから、そこがもうありとあらゆるところに矛盾が生じている。そしてじゃあ人間がその矛盾の先にどこに行くかっつったら、宇宙に対する技術が、てか両方あるっていう、なんていうか、私はちょっとうまくまとめられないんですけれど、だからその面白さはありますよね。そうですね。宇宙に行くっていうのは、単に宇宙行ってみたいとか、宇宙に行ける人類すげえみたいな、そういう話だけじゃなくて、やっぱり国家が何を求めて宇宙に行くのかっていうのと、企業がそれでどうやって儲けようとするのかっていうことが、実はすごいずれている。例えば、そのスターリンクっていう、イーロン・マスクがやってる会社がありますけれども、スターリンクはもうグローバルにサービス展開してるわけでしたね。だけど、そのグローバルにサービスを展開していても、敵対している、例えばロシアとか中国ではそのサービスを提供できない。実際はそのスターリンク今中国に一生懸命入ろうとして、イーロン・マスクってテスラも持っているので、テスラも中国でビジネスやってますから、こういうイーロン・マスクという個人が、どんどん国際関係を作っちゃうわけ。で、それは国と国との関係とはまた別なわけですけど、同時にイーロン・マスクは国によっていろいろ制限を受けるわけですね。宇宙に行くためには国からライセンスもらわなきゃいけないし、国の安全基準とかそういうものを全部クリアしなきゃいけない。結局国がいろいろ規制をするんだけれども、企業はそれを超えてどんどんビジネスをグローバルにしていこうとする。
この辺は本当面白いと思う。面白いですよね。特に最近のスターリンクの動向を見てると、はい。むしろ各国の軍事すら凌駕している存在になってますから、昔の政府とその企業のバランスが逆転してるというか、政府以上の存在にイーロン・マスク、スペース X がなってきているなっていう、ますますこのトランプ政権と距離置き始めてから、世界中の政府と連携し始めてるところを見ると、いよいよ世界政府を樹立し始めるんじゃないかみたいな、そういう動きさえこう感じるんですけれど。そうですね。イーロン・マスクに限らず、アメリカのテック企業の人たちってやっぱりグローバルなんですよね。だから国家なんかむしろいらないとか、ピーター・チールみたいな人はもうそういうこと言っちゃうわけですよね。グローバルに展開するときに国境とか国に官僚制とかそんなものいらないと、みんなこう AI でやればいいんじゃないかみたいなことを言うような人もいたりするんですけど、ただ、やっぱりそのグローバルに展開するときに、基本的には例えば取引をする。スターリンクもお金もらうわけですけど、それって例えば、スターリンクのターミナルをいくらで売ってるかってドルで売るんですよね。そうですね。日本円は日本の、日本銀行が発行して、日本という国家があって、その信用で初めてできる。で、それに対してドルっていうのは、これはアメリカっていう国家がある。で、その国家によってこれまで通貨っていうのは安定した価値を提供するというふうになってて、国家がなくなるとですね、これも困るわけですよね。もう、だから、イーロン・マスクがいくら国家がいらないとかって言っても、やっぱりそれは必要である。ただそこを超えようとするビットコインみたいなのができて、いわゆる暗号通貨というか、クリプトカレンシーっていうのができて、こういうものができてくると、またさらに国家を超えようとする経済的な活動が、まさに技術っていうのが発展すると、どんどん国家を凌駕して、経済的な統合を進めようとする、こういう、なんていうか、ドライビングフォースになってるんですね。だけど、それでもやっぱり国家ってなる。まさに今、地経学とか地政学が問題になるのは結局、インドとパキスタンが、もう一触即発で、もう下手したら核戦争になるかもしれないとか、これってみんな国家がやることなんですね。ですから、経済がいくら繋がっていても、国家の役割とか国家の領域っていうのはどんどん今またこれまた強まってきていて、で、そこの接点がまさにこの地経学、つまり国家が経済を武器とする。こういう動きが出てきているので、今本当に難しい時代になったなっていう感じ。なるほど。まさにその今のイーロン・マスクの話は象徴的で、テクノリバタリアンとかも言いますけど、いわゆるそれ国家を超える存在だから宇宙やってる人のサイバー、AI、そして、Web3 のようなクリプトカレンシー、暗号資産通貨みたいなのが一つになって世界をこう覆い尽くそうとして、いろんな矛盾が今噴出してると思うんですが、だんだんもう難しすぎて頭混乱しちゃうんで、もともとの宇宙産業の成り立ちの方から少しお話しできればなと思うんですけど、もともとさっき宇宙産業っていうのは安全保障のような防衛といわゆるこのビジネスみたいな両方あるっていう話でしたけど、もともとの成り立ちはですね、それこそ SF 作家が、ジュール・ベルヌとかが妄想して、それが例えばフォン・ブラウンみたいな人が、最初に、ロケットを開発したみたいな歴史があると思うんですけど、そのあたりからこう民間の夢みたいなものと、その国家と地政学的なところの融合みたいなところから始まってるのかなと思うんですけど、そのあたりいかがですか？多分始まりは純粋に宇宙に行きたいみたいなところがあって、先ほど出た、ジュール・ベルヌっていうのもやっぱりこう月面旅行とか、ああいう、本を書いたり、星の王子様みたいな、サンテクジュペリみたいな人もいるし、もっと言うと、それを具体化しようとしたのは、ロシアのツォルコフスキーっていう人がいて、ロケット、宇宙に行くための技術っていうのを科学的に考えた人っていうのがいて、その系譜の中に、フォン・ブラウンっていう人がいる。で、このフォン・ブラウンっていう人は、宇宙に行きたいって言って、ドイツのロケット野郎たちを集めたこのグループを率いていたわけですが、これがですね、ちょうど第二次大戦の最中に、このロケットの技術でミサイルを作れないかということで、V2 っていうドイツから直接イギリスを狙うことができるミサイルを開発するというところで、安全保障、つまり軍事の話と宇宙っていうのがもうここで実はすごく融合してるんですね。
宇宙に行くための技術というのは安全保障上、そうかロケットの技術とミサイルの技術っていうのは基本的に基本原理は同じである。で、そういうロケットの技術っていうものを開発する前に、ミサイルの技術っていうのがあった。ですから、人類が最初に宇宙に物体をこう放出して、軌道上に物体を投入したのは、ご存知の通り、スプートニック1号っていうのがあるわけですが、これ実は開発したのはコリョロフっていう人が率いるロシアの、技術者だったわけですけれども、このコリョロフっていう人は、本当はミサイル作ってたんですね。で、このミサイルを、とにかくロシアから撃ってアメリカに届くミサイルを作ろうっていうことで頑張ってやってたんですけど、一回宇宙に行って、そしてまた大気圏に戻ってくると、大気圏との、摩擦というか空気の圧縮があって、で、それで熱が出るんです。で、1500度ぐらいになるので、1500度にさらされると、このミサイルの弾頭、核兵器が、ダメになっちゃうので、だから、耐熱シールドっていうか、いわゆるノーズコーンって言いますけれども、耐熱の、シールドを作んなきゃいけないと。で、それができなかったんです。そういうことで、それで、いや、じゃあどうしようって言って怒られるって、コロリョフって一度シベリア送りされたことがあって、もう嫌だと思ってるから、だから、なんとか成功したっていう風にしたいと思って、再突入できないけど、とりあえず宇宙になんか衛星飛ばして、ビーコン鳴らしときゃ、もうみんなビビるだろうと思って、で、それで宇宙に、とりあえずビーコンっていうビーピービーっていう、あれをラジオで受信できるような電波を流す、そのビーコンだけ乗せて、やったのがスプートニックなんですね。なるほど。ちなみに解説ですけど、宇宙って100キロ以上宇宙っていうわけですから、ミサイルとかって何百キロ何千キロ行くから、放物線描いたら自然に宇宙行くし、なんなら空気抵抗ないところの方がどこまでも加速できるから、宇宙が目的じゃないけど宇宙を経由するみたいな、そうですね。そういう考えですよね。で、再突入をさせようと思ったんだが、なかなか開発できないから、ぐるっと回して、これは意味あるんであるって上司に、フルシチョフですね。に説明したら、それがことのほか彼らにとってはうまくいったっていうことになるんです。そうですね。やっぱり一番はアメリカがビビってくれたってことですね。ビビった。ビーコンをバーっと流すので、ラジオで受信できるから、アメリカ人の人たちも家庭でスプートニックのビーコンの音を聞くわけですよ。そう自分の上空を飛んでる時にビービービーって鳴るわけですよ。そうすると、うわ、やってきたと。ソ連が俺の上を飛んでるみたいな。そうすると、これって落ちてきたら、自分のところにミサイルが落ちてくるのと一緒じゃないかと。そうですね。ということで、みんなビビったわけですね。これがスプートニックショックって言って、当時アイゼンハワーは最初、ロシアがなんか打ち上げましたよ。ソ連がなんか打ち上げましたよって言った時に、どうせ大したことないだろうみたいな風に言って、ゴルフやってたんですよね。ところが、帰ってみると、なんか新聞が大騒ぎしてるということで、これはまずいって言って、緊急になんとかしなきゃいけないっていう。そうか。その頃の空気感は私は経験してないけど、東西の冷戦で、この共産主義勢力と資本主義自由主義勢力がかなり強くぶつかり合ってた、どっちが優位性があるのか優秀なのかっていうものを必死に争ってた時に、いきなり宇宙行かれて PPP なんか90分に1回やられてたもんだから、ことのほかなんかショックを受けたわけです。そうです。アメリカは。そうですね。まさにその冷戦というのは、自由主義対共産主義っていう、こういう、争いでもあったけれども、同時に軍事的な争いでもあったわけで、なるほど。どっちが先に核兵器を落とせるかみたいな、要するに核兵器を運ぶ手段としてミサイルが使われて、そして核兵器を先に攻撃することができれば相手を殲滅できるわけですから、それがあるってことは、こっちが有利だと。こっちはミサイルがあって向こうはミサイルないってことになると、これはもう勝負がもうついちゃうわけですよね。そうですね。だから、アメリカももう必死になって、とにかく、これは自分たちはやらなきゃいけないと。なるほど。こういう、話になったと。そこまではだから、いわゆるミサイルの開発競争、核開発競争ミサイルから、スプートニック自体は兵器でも何でもない、むしろラジオに近いものですし、その後はガガーリン、またソ連が2勝目いったわけですよね。あれはなんかどういう意図だったんですかね。実はですね、スプートニック1号っていうのが1957年の10月にあってるんですけど、1957年っていうのは1917年のロシア革命。これ10月革命ってよく言われるんですけど、あれロシア暦で10月で、我々が使ってる暦で言うと11月なんですが、このロシア革命の40周年記念のパレードをやると。
で、ここで何かもう一つ派手なことをやれと。というふうにフルシチョフはコロリョフに言ったわけですよ。またビーコンっていうのはちょっと脳がないなと。全然インパクトないなと。いうことで、次になんかインパクトあることをやろうと思ったら、生き物飛ばそうっていうことになって、そこにライカ犬っていう犬を乗せてですね、飛ばした。これが実はスプートニク2号なんですね。ああ、そうなんですね。そうなると、アメリカはやばい。ソ連は生き物を乗せて宇宙に飛ばすつもりだと。で、生き物を乗せるってことは将来人間を飛ばして、そして宇宙を支配するつもりだ。こういうふうに思ったわけですね。当時宇宙がどうなってるかなんて、一応天文学とかでは分かってますけど、じゃあ月に本当に行けんのかとか、そんなこと真面目に考えてきた人はいなかったわけですよね。もう SF の世界だ。そんな中で、ソ連が先に月を支配したらどうしようとか、そういうことをすごい心配し始めた。なので、本当にガガーリンが宇宙に行った時には、これはやばいと。いうことで、アメリカはすごいアクセルを踏むわけです。そうです。で、さっき出てきたフォン・ブラウンっていう人は、もともと、ドイツのために働いてた人ですから、アメリカに連れてこられたんですけど、亡命したんですよね。そうです。亡命というか、正確に言うと、連れてこられて、その後アメリカに帰化したっていう感じなんですけど、アメリカに帰化はしたんですけど、ちょっとやっぱり冷や飯食わされてたところがあって、これまでアメリカのロケット開発、ミサイル開発をやっていた海軍陸軍の主流からは外されてたんですね。ところが、ソ連がこんな成功してしまったんで、なんとかしなきゃいけないっていうことで、フォン・ブラウンが呼び戻されて、この、マーキュリー、ジェミニー、そしてアポロっていう、こういう計画が進むっていうことになったんです。あれですよね、ガガーリンも降りてきてから、もうヒーローになって、世界中パレードって、ある意味その国家対国家の威信をかけた、そうですね。その時代のスターになっていったわけですよね。宇宙って、その当時はすっごいお金がかかるけど、経済的なリターンはほとんどない時代だったわけで、やっぱり国家が金を出す限り、国家にとって何か意味があるものでないといけない。で、その意味があるって何だっつったら、やっぱり俺はあいつらよりもすごいってことを言いたいわけです。だからガガーリンがいて、人類として初めて宇宙に行った人っていうので、日本にも来たことがあるんですけど、そういう俺たちすげえだろうっていうことを自慢したいっていうのを競争してたんですよね。で、その、頂点がやっぱり、月面着陸で、ニール・アームストロング船長がいて、で、月に初めて降り立った、人はアームストロング船長。2番目に降り立った人っていうのは、有名なバズ・オールドリンという人なんですけど、トゥーフムですよね。3番目って誰だか知ってます？わかんないですね。実はね、宇宙が好きな人でも、3番目に月に降り立った人って知ってる人はあんまりいないんですよ。JAXA の人に聞いても半分は多分わからないはず。というぐらい、実は宇宙って最初に行ったっていうのが大事で、そうですね。その人類初以外は、実はあんまり価値はないっていうか、覚えてもらえないんです。アポロもなんかその後全然注目されなくて。そうなんですよね。だから、13号が、映画になるぐらい、ちょっと、大変な思いをしましたけれども、12号、14号といって、結局6回着陸してるんですけど、実際はアポロ17号で止まっちゃうんですけど、本当は20号までやるつもりなんですね。で、アポロ18、19、20っていうのは、実は、使われなかったんですよ。作ってはいたんですけど。っていうのは、やっぱりそれだけ注目を浴びなくなったからですね。あれですよね、なんか月をマーケティングするっていうなんか本が、アポロ計画の裏側がありましたけど、そもそもなんであんなものすごい予算をかけて月に行ったかっていうと、やっぱりその国家のブランディングのためだったっていうところが相当大きいんですかね。そうですね。やっぱりブランディングというか、やっぱりソ連に対抗して勝つっていうことが重要だった。で、月に行けるアメリカはやっぱりすごいっていうふうにみんなに思ってもらいたかったっていうところはあるんですけど、ただ、それを続けても、結局そのブランド価値はあんまり上がってないんですよね。最初はすごいんだけど、その後のやったことって実は結構、科学的に意味があることも結構やったんですよね。月の石持って帰ってきたりもして、1970年の万博とかにも飾りましたけど、月に行って科学的な調査をやっても誰もやっぱり地味なんで、あんまりなんか世間の注目を浴びる。最後はもうゴルフクラブを持って、月でゴルフやるっていうのがあって、重力は地球の6分の1なので、だからよく飛ぶとかって言って、でも下砂ばっかりだから、どこでもバンカーみたいな、そんな状態だったんですけど、結局そんなようなレベルで、なんていうんですかね、いろいろ注目を浴びようとか、面白いことやろうっていうのを考えてはみたんですけれども、そこもやっぱりあんまりヒットしなかった。確かに。いうことで、月
だけじゃないんですけど、宇宙開発全体がそういうこうブランディングとかマーケティング的な側面で自分たちの価値を上げる一方、やっぱり最初一番じゃないとそのインパクトがなかなか出ないっていうことも明らかになったのはアポロの一つの実験の結果かなと思いますね。ここから理解できるのはコストパフォーマンスが悪くなっていかなくなったってことですけど、はいじゃあそのパフォーマンスって何だったんだっていうと、やっぱりそのブランディングとか共産主義に対して資本主義とか自由主義がいいでしょうっていうことをアピールするっていうのが最大のパフォーマンスだったっていうことになります。そういうことですね。そこがやっぱり最終的な目的だったので、はい、だから無理してテレビ中継テレビカメラもはい持って行って降り立つ瞬間とか米国旗立てるはい、ところを中継したわけですよね。そうですね。これも面白いんですけど、当時ようやっと始まったばかりの大陸間の画像衛星経由で世界に同時配信をするっていうのをアポロはやったんですよね。あれってそれまでは実は東京オリンピックの時に衛星を使ったこう配信っていうのはなされてたんですが、同時にやるっていうのはなかなかやっぱ難しかったんですけれども、世界同時配信をアポロはやったので、この宇宙から来た画像がそのままアメリカで受信され、そこから世界に誰でも、リアルタイム、本当の意味でのリアルタイムではないにしても、ほぼリアルタイムでそれがみんな見れたっていうのは、これやっぱりすごい画期的で、ここにも実は宇宙って関わってるんですよね。この一方ではすごい月に行くっていう注目度の高い派手な宇宙開発がある一方で、大陸間通信っていう通信衛星を使ってでその画像を配信するっていうのは、これはもう逆に言うとすごい地味なんだけど、こっちもこっちで実は宇宙から見るとすごいことなんです。でもそうやって月と通信して大陸間は衛星で通信してそれで全世界に放映してすげえかっこいいやっぱ米国ナンバーワンだみたいなことを見せつけたっていうところが目的だったっていう。そうですね。だからそれはもう一番の目的だし、だから無理してこうカメラ持ってってやったわけで、でも逆に言うとそのすげえのフェーズが超えると、はあまだやってんのみたいな雰囲気になっちゃうっていう、ここもやっぱり宇宙の特徴なんだと思う。いや私ずっと電通という会社にいたんでね、なんかまるでキャンペーンのような、広告キャンペーンに近いなって思ったけど、国家のブランディングだと思うと、本当にキャンペーンとほぼイコールだなっていう。そうですね。なんかさらにその予算も莫大な予算を確保するためにフォン・ブラウンとウォルト・ディズニーが仲良くなって、なんか宇宙映画作ったりですとか、あとはその宇宙飛行士もその時にヒーローになったんですよね。オメガの時計だとかいろんなものをマーケティング利用して、そこにはなんていうかもうマーケティングとかエンターテインメントとか全部があそこに集約されてるっていう印象がありますよね。いやもうそれはやっぱりアメリカの凄さっていうものをブランディングにしてるから、宇宙飛行士が体現しているのはアメリカの凄さなわけですよ。だからアメリカがすごいだからコーンフレックをとか、アメリカがすごいだからこの腕時計はすごいみたいな、なんかとにかくそういう宇宙飛行士とタイアップすることによって商品の価値を上げていく。なるほど。っていう、まさに広告の手段として、宇宙飛行士は使われていたし、それ自体は、ある種なんていうかアメリカらしいというか、その商業的なものだいうことはあると思うんですよね。いやだからここからいろんな技術も羽ばたいていきましたけど、その国家と企業とそのグローバル企業のあり方とか、そこに全てがやっぱり集約されてるんですね。そうですね。だから面白いことにそうやってこのグローバルになっていく企業、例えばディズニーピクチャーズっていうのはこうどんどんこの世界に広がっていって、でディズニーランドとか、世界中にもできるようになっていくんですけど、これがだんだん調子が悪くなっていくというか、ディズニーそのもののこう提供する価値っていうのが、アメリカの成長とともにだんだん古びていく。例えばそのディズニーってある種、リベラルなこの例えば多様性を大事にするとか、女性の活躍とか、そういうことをこう価値としてこのコンテンツの中に含めていくので、これが今のアメリカにおいてそのトランプ政権を支持する人みたいにこうアンチリベラルな人たちを生む一つのなんというか反動を生み出すところもあったりして、これが結果的にはディズニーのビジネスっていうのをだんだんこう調子を狂わせていくというか、その後こうケーブルテレビが出てきたりネット配信が出てきたりしてコンテンツ産業自体が大きく変わっていくんですよね。なるほど。いやもう全部こうつながってるなと思うんですけど、そのまさに